こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート上野カフェ&グルメ6選です。上野公園を中心に美術館や博物館が集まる上野エリア。観光地として知られる一方で、昔ながらの喫茶文化が残る街でもあります。駅周辺には長く親しまれてきた喫茶店が点在し、落ち着いた時間を過ごせる場所として多くの人が利用。一方で近年は新しいスタイルのカフェやスイーツ店も加わり、街の楽しみ方が少しずつ広がっています。今回は上野限定の商品を含めスイーツを気軽に楽しめる専門店など幅広くご紹介しますので、ぜひ散策の途中含め立ち寄りやすいスポットとして参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは喫茶トリコロール松坂屋上野店。上野で落ち着いた喫茶時間を過ごしたい時に訪れたいのがこちらのお店。過去にご紹介しました銀座トリコロールの系列店で、銀座とはまた違った雰囲気、レトロ感がありつつも肩肘張らず日常の感覚に近く楽しめるような空間です。場所は上野御徒町駅から徒歩1分、松坂屋上野店の中にありまして、買い物の合間や待ち合わせの前後にも立ち寄りやすいような立地です。館内の飲食店ながら店内に入りますと百貨店の賑わいが遠のき、静かな時間と空間が広がっていきます。席もゆったりと配置されていまして、テーブルと控えめな照明が印象的。どこかプラスチックな空気が漂うような空間になっています。今回はカフェタイムに訪問してるんですけども、ランチを中心に様々なフードメニューを充実していますので、カフェタイムはもちろんのこと、ランチだったりとか、お食事の場所としても選択肢に入るようなお店です。そんなトリコロールさん。お店の魅力は派手さではなくて、喫茶店らしさそのもの。コーヒーとデザートをゆっくりと楽しみながら、くつろげる空間が店内には広がっています。そんなトリコロールさんで今回いただきましたのは、プリン&ミニホットケーキのドリンク付き。今回ドリンクに関しましては追加料金でカフェウインナーへ変更しています。そんなドリンクのカフェウインナーはコーヒーの上に柔らかなクリームが浮かぶクラシックな一杯。コーヒーの香ばしさとクリームの優しい甘みが重なり、デザートとの相性も抜群です。実はコーヒーの中にカラメルが入っていまして、それらを混ぜることで味も少しずつ変化していきます。そんなバランス感覚に優れた一杯です。そして注目のカフェセット、プリン&ミニホットケーキ。まずセットのミニホットケーキは小ぶりながら丁寧に焼き上げられた一枚。ふんわりとした軽さがありまして、どこか安心感のあるような味わい。上に乗っかったバターがじんわりと溶けていきながら生地に馴染むことで優しいコクが広がります。そしてもう一つがクラシックな見た目のプリン。表面は滑らかで艶があり、スプーンを入れますとしっとりとした弾力が伝わってきます。口に運ぶと卵のコクがふわっと広がるような昔ながらのプリンらしい味わい。甘さは控えめで素材の風味を大切にしたような仕上がりです。下にたっぷりと敷かれたカラメルソースはしっかりとビターな味わい。プリンと合わさることで全体のバランスが引き締まり、最後まで飽きずに楽しむことができます。他にも様々なメニューがありまして、銀座のトリコロールでも提供されているようなアップルパイもおすすめ。加えてウインナーコーヒー以外にも様々な飲み方でコーヒーを楽しむこともできますし、クリームソーダとのメニューもありますので、そんな喫茶らしさを十分に感じてみてほしいです。続いてご紹介しますのは、上野で昔ながらの純喫茶の空気を味わえます老舗喫茶マドンナ。こちらの店は過去に上野編でご紹介しました行列のできるお店王城の近くにありまして、意外と穴場的に入れるようなお店でもあります。
店内は清潔感もありますし、王将さんに関しましてはもちろんいいお店ではあるんですけども、結構メディアでの注目度が高いということもありまして、ちょっと行列が過剰になってしまっていることが多いような印象です。一方でこちらのマドンナさんはいい意味でゆったりとしていまして、落ち着いた客層になっていますので、個人的にはとてもおすすめ。昭和の喫茶文化らしさを感じさせるような落ち着いた空間になっています。賑やかな駅前エリアから少しだけ歩いた場所にありますので、アメ横周辺の雑多な雰囲気がないのもおすすめなポイントです。店内は地下1階と1階が禁煙席、2階が喫煙席と分かれていますので、昔から通う常連客も多いとのことです。さて、そんなマドンナさんで今回いただきましたのは平日限定のランチサービス。今回はオムライスにセットでいただいてるんですけども、他にも様々なラインナップの中からランチサービスを組み合わせることができますので、何回か訪問する中で自分のお気に入りを探していただければと思います。加えて今回はクリームソーダも飲みたかったので、ランチサービスに加えてクリームソーダも単品で注文しています。ランチサービスにはスープもついてきますし、食後のコーヒーもついてきます。そのセットで価格は900円なので、とてもコストパフォーマンスも良いです。さて、こちらのオムライス。どこか懐かしさを感じるような王道のスタイル。薄めの卵で包まれたオムライスで、ピラフのような軽やかな仕上がりになっていまして、バターの香りがほんのりと広がります。玉ねぎの食感もアクセントになっていまして、シンプルながら奥行きのあるような味わいです。派手さはないものの安心感のある味わいで、思い出したら何度でも食べたくなるようなちょうどいいバランスのオムライスです。こちらは食後のコーヒー。ケチャップライスの口直しとしても抜群な組み合わせになっていました。こちらの店はお一人様での利用も結構多い印象で、お店の開店も良かったので、ぜひチェックしていただいて、その魅力に触れてみてほしいです。Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah. 続いてご紹介しますのはコーヒー紫。上野で少しユニークなコーヒースタンドを探している方におすすめなこちらの店舗。実はスポーツショップとして知られています紫スポーツが手掛けるコーヒースタンド。そんな紫スポーツは実はもともと喫茶店から始まった会社。2023年に創業50周年を迎えたことをきっかけに、約55年ぶりにそのルーツをたどる形でスタートしたのがこのコーヒー紫です。ブランドの原点でもあるコーヒー文化を現代に再び届ける場所として誕生しました。場所は上野駅入谷口から徒歩5分ほど、大通りから少し入った場所にあります小さなコーヒースタンドです。店内の座席は14席ほどとコンパクトながら、壁側カウンターの電源と Wi-Fi も利用可能。上の散策中の休憩にも使いやすく、ふらっと立ち寄れるような気軽さがあります。そんなコーヒー紫の特徴は、ダブルショットのエスプレッソをベースにしたストロングコーヒー。目の前で丁寧に焙煎されますコーヒー豆を使って、コーヒーの力強い味わいを楽しめるのが魅力。エスプレッソ系ドリンクを中心にしたメニューが並びます。そしてもう一つは今川焼きのご提供。上野という下町らしい焼き菓子を楽しむこともできます。そんな今川焼きは定番の小倉あんに加えまして、コーヒー紫にちなんだ紫芋のあんこも提供があります。ぜひ気になるものをご注文いただければと思います。また、こだわりのコーヒー豆に関しましては、店内で販売も行われていますので、もし気に入った場合にはご購入されるのもいいかもしれません。さて、そんなコーヒー紫さんでこの日いただきましたのは抹茶ラテと今川焼き。まず抹茶ラテは綺麗なラテアートが描かれた一杯。もちろんカフェラテの場合にもラテアートを描いて提供してくれます。そしてもう一つが今川焼き。提供タイミング次第では焼き上がるまで少しお時間もあるんですけども、ストリートライクな店内の雰囲気も含めて楽しんでいただければと思います。抹茶ラテはミルクのまろやかな中に抹茶のほろ苦さがしっかりと感じられるような味わい。甘さは控えめで抹茶の風味が浸すようなバランスです。最近抹茶の人気が高まっています。そんな抹茶の人気を後押しするようにこだわりの一杯をいただくことができました。そしてもう一つは今川焼き。実はこの生地にはエスプレッソが練り込まれているとのこと。イートインで出来たてを食べますと生地はとても柔らかく、まるでパンケーキを食べているような食感で楽しむことができました。続いては上島コーヒー店黒田記念館店。
上野公園の静かな一角で落ち着いてコーヒーを楽しめるこちらのスポット。黒田記念館といいます文化施設の中に入っています少し特別な雰囲気の上島コーヒー店です。場所は上野駅から徒歩9分ほど。上野公園を通り抜けた先にある店舗になっていまして、上野公園の賑わいがあるエリアからも少し離れていますので、落ち着いた環境の中で過ごせる店舗です。先ほどからご紹介しています黒田記念館というのは、近代日本洋画の発展に大きく貢献した画家、黒田清輝の功績を記念して建てられた施設。そんな建物自体も見どころの一つです。館内の雰囲気に合わせて店内も落ち着いた空間。座席数は54席と意外と充実。実は電源や Wi-Fi も完備されていますので、上野散策の合間の休憩や少し落ち着いて作業したい時にも利用しやすいような環境です。またこちら1階にはテラス席もありまして、そちらでは上野公園の自然に囲まれたその雰囲気を楽しむこともできますので、上島コーヒー店のコーヒー、そしてフードを注文しつつテラスでいただくのもいいかもしれません。さて戻りまして、ここからは黒田記念館のご紹介。ぜひ上野コーヒー店でコーヒーを楽しんだ後に訪れてほしいのが、こちら無料で観覧できます黒田記念館。黒田清輝は日本洋画を代表する画家の一人。日本の美術教育にも大きな影響を与えた人物です。黒田記念館ではそんな黒田清輝の作品や資料を中心に展示が行われています。建物自体も1930年代に建てられた歴史のある建物で、重厚感のある外観とクラシックな雰囲気が印象的です。石造りの落ち着いた外観は上野公園の文化施設の中でもどこか品のある佇まい。建物を眺めるだけでも美術館らしい落ち着いた空気を感じることができます。ご覧のように館内の展示室はコンパクトながら静かな雰囲気。美術作品をゆっくりと鑑賞できるような空間になっていますので、美術好きの方はもちろんのこと、これまであまり美術に馴染みがなかった方にとっても楽しめるような、そんな空間になっています。ぜひとも上島コーヒーと合わせてご堪能ください。続いてご紹介しますのは、クレープとエスプレッソと上野公園。上野公園のすぐそば、上野の森桜テラスに2025年12月にオープンしたばかりのクレープとエスプレッソと、過去に自由が丘編でもご紹介してるんですけども、そちらの系列店になります。パンとエスプレッソとバズグルメクリエイターの方が約1年半かけて共同開発したパリパリ黄金クレープを楽しめる専門店。大変人気店なので、待ち時間も結構あるんですけども、店頭にありますこちらの整理券を発行していただいて、その目安の時間帯に戻っていただきますと、スムーズに注文ができます。これまで各地で人気を集めてきたクレープとエスプレッソと、上野という観光地の真ん中に誕生したことで、より気軽に立ち寄れる存在になりました。メニューはシュガー系やクリーム系、お惣菜系まで幅広く展開。甘いものが食べたいときはもちろんのこと、軽めの食事としても選びやすく、どの時間帯でも利用しやすいのが特徴的です。店名にもあります通り、エスプレッソとの相性を意識した構成になっていまして、クレープとコーヒーを一緒に楽しめるのも魅力的です。とはいえ、手が塞がってしまいますので、テイクアウトしていただいて、ピクニックをするのにはおすすめなんですけれども、片手は開けつつ、食べ歩きをしたい場合には、クレープだけでもいいかもしれません。さて、そんなクレープの特徴は、パリパリ食感。一口かじりますと、軽やかな音とともに、歯切れの良さが伝わりまして、香ばしい仕上がりです。そして、今回いただきましたのは、上野ホワイトパンダメルト。見た目からもわかる通り、こちらは上野限定メニューになっています。自家製のふわふわ生クリームと、その上に並ぶイチゴ。そして、ちょこんと顔を出しますパンダのマシュマロ。ぜひ上野訪問の記念として注文してみてほしいです。そして最後にご紹介しますのがゴッチバッタ上野店。上野駅からほんの数分、活気あるビアバー&シュラスコ専門店です。ブラジルの伝統の肉料理シュラスコをメインにワイワイ楽しめる食べ飲み放題が売りの人気スポット。店内は広々としていて開放感があり、会社帰りの仲間との宴会や週末のグループ利用にもぴったりです。今回いただきましたのはシュラスコ食べ飲み放題90分。定番の牛、豚、鶏のお肉をはじめ、
バラエティ豊かなカットが次々と提供されまして、どれもジューシーで肉の旨味が濃厚。外は香ばしく、中はしっとりとした焼き加減が最高でした。提供されるシュラスコは10種類以上。ピッカーニャと言いますイチボ、アルカトラと言いますラム、コステラデボイと言います牛スペアリブ、フラウジーニャと言いますハラミ、リングイッサと言いますソーセージ、オンブロデボルコ、コステラデバルゴと言います豚肩ロースや豚スペアリブ、フランゴという鶏もも肉やコラソンという鶏ハツ、カルネイロというラムまでご提供されています。そんな数々のお肉を提供するシュラスコというのは、串に刺した大きな塊肉をじっくりと焼き上げ、スタッフがテーブルまでサーブしてくれるような、こんなスタイルになっています。岩塩でシンプルに仕上げた肉の旨味が存分に味わえるのが特徴です。この後ご紹介しますけれども、種類豊富なシュラスコに加えまして、サラダ、ホットミール、デザートを含むビュッフェが好きなだけ楽しめるのは、お肉好きにはたまらない時間になっています。加えてご覧のようなアバカシといいます焼きパイナップルもシュラスコスタイルでご提供。他には焼き野菜の提供もタイミング次第でありますので、お肉のお口直しいただくのもおすすめです。また、ケージョと言います焼きチーズのご提供もあります。そしてこちらもメニューに含まれていますビュッフェ形式のサイドメニュー。今映していますのはデザート。チョコレートファウンテンにプチシューやワッフル、マシュマロをつけていただくことができます。またサラダも非常にメニューが豊富。お肉と合わせてぜひいただいてみてほしいです。またカウンターにはシュラスコのソースの提供もありますので、味変としてお楽しみください。他にはフード系のメニューとしまして、スープがあったりとかカレーのご提供もあります。意外なおすすめはカレー。ゴッチバッタ特製カレーになっていまして、カレーをすくっていただきますとゴロッとしたお肉が入っていまして、カレー単体でも十分に楽しめるようなメニューになっています。またドリンクも非常に豊富。ビールはタップスタイルで7種類ご提供。カクテルも100種類以上。ソフトドリンクももちろん提供されています。今回は90分という時間制限があったんですけども、その90分では全てを味わうことができないほど充実したラインナップになっています。なお120分に伸ばす場合はプラス1000円、180分の倍に伸ばす場合にはプラス3000円でいただきますので、長ければ長いほどコストパフォーマンスはいいです。ゆっくりと時間を過ごしたい、そんな方には180分の9000円コースで注文するのもいいかもしれません。いずれにしても内容、コスパともに抜群になっていますので、ぜひお試しください。さて、ここからはアフタートーク。魅力を凝縮した上野の街。あなたはどんなところが好きというテーマです。今回ご紹介させていただいた上野公園の他にも、動物園や美術館、博物館などが溢れている上野。加えてアメ横、そしてその周辺の下町感が溢れる空間。また喫茶店などが溢れているので、本当にたくさんの魅力がここに集まっています。新宿や渋谷、東京駅周辺のビル群というよりかは、都会らしさは最小限に、その東京らしさ、江戸らしさを感じられるような場所が上野です。皆さんはどんな目的で上野を訪問することが多いですか？私は普段ご紹介しているようにカフェ巡りが一番多いんですけども、もちろん美術館の訪問でも行くことが多いです。最近は東京都内様々な美術館でいろんな魅力的な展示がありますので、上野に行く機会も少し限られてきたんですけども、やはり注目の展示がある際には毎回訪れています。あと上野公園を歩いてて思うのは、意外とポケモン GO のゲームをしている方が多い印象で、そういった目的で訪問する方もいるかもしれません。ぜひあなたが知っている上野の魅力、コメント欄の方でも教えていただけるとありがたいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、インスタグラムではより最新の情報をお届けしていますので、そちらも確認していただけるとありがたいです。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。